はい、両ホップの事務担当です。こちら、親方です。はい、よろしく。今回は、コロナ禍では大工への差し入れってどうすればいいのかについて、実際に大工として働いている僕たちが答えていきたいと思います。というわけで、早速なんですけど、親方的にはどうすればいいと思いますか？どうすればいいって。まあ、正直、お客さんの気持ちやから、出す人出さない人とおるから、もし差し入れ持ってきてくれるお客さん、気持ちがあって持ってきてくれるんであれば、新築の場合やったら、なるべく、職人たちと距離を取りたいと思ってるんであれば、事前に箱ごと持ってきたり、もし飲み物とかなら、箱ごと持ってきて、まだ飲んでください、みたいな感じで玄関の方にでも置いといてもらえるとか、その人の性格によっては、別にコロナ気にしねっていうか、ちゃんとマスクして、それなりに、窓ラッチも全部開けたって、風通しのいいとこであって、ほら、会話をしたいっていうお客さんであれば、ごく普通に接してもらえばいいと思うし、あんまりあまり気にならない。気になるんであれば、まだ飲んでください、ここ置いときます、みたいな感じで、置いといてもらえばいいんじゃないかなと。あと、リフォームしとる場合は、基本的に、お客さんにしてみたら、コロナでめっちゃ気にしとる人はリフォームせんと思うから。確かにそうかもしれないですね。だから、職人だってやっぱりそういうコロナのことも心配しとるから、多分普段のほら生活しとってでも、そんなね、どっかの街飲みに行ったりとか、そういうこともあんまりしとらんと思うし、やっぱそれなりに気をつけて仕事に行っとると思うから。だから、隣にピチャーっとひっついて飲んでとかさ、そういうがじゃない限り、ごく普通に喋っとるがであれば俺はいいんじゃないかなと。お互いマスクしながら。それで、飲んでくださいみたいな簡単な会話。だから、今まで通りでいいんじゃないかなと。それに何かあったら多分大工側から、職人側からやっぱ何か言ったりするわけですよね、事前に。ちょっと、結構危ない時とかやったら。そう。あと自分がひょっとしたらほら、家族とかで疑いがあるとかと思ったりした場合は、まず現場に行かんようにすると思うし、だからその、大工さんとか、職人さんとかが言っている、その時言ってる感じで対応に合わせていけば、一番いいですかね。そう。あと、ほら、今飲み物だけやけど、食べ物に関して言えば、個包装のもの。一つ一つ、なんか、ほら、柿山みたいなものとかやったら、一つ一つ袋に包まれたものを出してもらえれば、しけらないし。だからそんな感じかな。あと今の時期やったら、ほら、暑いから、熱中症対策の、多分みんな天然に持ってきとるとは思うけど、飴とか、そういうようなもんとか、置いといてもらえたらいいんじゃないかなと。そういうのあったらやっぱ嬉しいですよね。やっぱり一応みんな職人も人間やからさ、やっぱ差し入れが、出るがと出んがとで、ね、出んだからって手抜くわけじゃないんだけど、出れば、もっといい仕事しようとかさ、そういう気持ちになるから。100% の仕事が120%、150% にちょっとなるかもしれないっていう。あと余った材料で、がもしあれば、ここに棚欲しいんじゃないとか言ってさ、棚の材料とかでも余っとれば、タダでつけてあげることもあるじゃんね。なんでやっぱもらえると嬉しいっていうことですよね。そうやね。自分がされて嬉しいことはみんな嬉しいわけやから。確かにそうですね。自分がされて嫌なことはみんな嫌やから。基本的に、モラルというか、一般常識で考えれば、そんなもんじゃない。そうですね。一般常識に合わせて、これも対応していけばいいっていう感じですかね。そう。だからそんな感じかな。じゃあ次の、具体的に、何か出したいと、コロナ禍でも。じゃあその時、どういうものをもらえればいいのかなっていう話ですね。これみんな全然に好みあるから、一番いいのは、現場の職人のトップととる頭張っとる人とかに、どんなものを出せばいいって、聞くのが一番いい。確かにそうですね。確実ですね、それが。そう。で、あとほら、コーヒー出すがにしてでも、みんな、今、ブラックがいい人、微糖がいい人、甘いがいい人、あと、いくらブラックしか飲まないっ
普段ブラックしか飲んでない人でも、たまに甘いが飲みたいなとかいう時、まあその時の気分もあるから、あと今やったら暑いから、午前中はコーヒーとか飲めるけど、昼からなったりしたらやっぱりコーヒーも受け付けんぐらいやからもう、お茶とか、まあ、お茶とか水とかの方がありがたいですよね。時もあるけども、でもお客さんにその都度、いや、これ飲みたいなんかもやっぱ言えんし、だから職人とかでもさ、牧田とか日立から、今冷蔵庫とかそういうもんで取るから、その中を職人たち持ってっとるから、お客さんは常温かなんかのがで、箱かなんかでほら、こんなもんとこんなもん飲んでやがかなとかいう話をして、コーヒーなりお茶なりとか一箱で置いといてもらえたら、大工らっちがほら、天然にその冷温庫とかに入れて冷やしたりして、その飲みたい時に飲むっていう感じになるから、だから現場の親方に聞くのが一番いいんじゃないかなと。まあ結局、その現場現場で、まあ対応も違うと思いますし、やっぱ一人一人によって違うと思うんで、まあそこはやっぱ聞くのが、一番いいですかね。ね、職人10人もし貼っとって、10人ともコーヒー飲みたいっていうわけでもないし、コーヒー飲めない人もおるし、ただお客さんからほら出してもらって、いや自分これ嫌いなんでってなんかまず言えんし。まあそうですね。基本的にまあ大体ほら職人に出してくれるものっていうのはコーヒーとか、今なお茶とかが多いから、もしそれを飲みたくないがであれば、自分らで持ってきとるから。確かにそうですね。だから休憩の時だけ、10時と3時だけ休憩出してもらうけど、今暑すぎるもんやから、もう天然に喉乾いたら途中、ほら勝手に飲むっていうような感じでやってるから、じゃあそれまでお客さんに負担してくれなんか言えないし、みんなやっぱ水筒に入れてきとるとか、まあ冷温庫に入れて持ってきとるとか、その中でまあ大体はなっとるから、とりあえずやっぱ聞くのが一番いいんじゃないかなと。話する機会はいくらでもありますから、その時にさらっと聞いてくれたら一番嬉しいですよね。嬉しい。そう、そうすればこっちも嫌いなしな、コーヒー、いつもみんなコーヒーかなとか、ただ、まあブラックと微糖と2種類用意してもらえたら嬉しいですねとか言って、そういうような感じで言えば、お客さんだって誰も飲まんもん買ってくるよりは、逆に言うてもらったら楽。確かにそうですね。こんな感じかな。じゃあコロナ禍の、じゃあ差し入れ関連の話で困ったこととかってありますか？差し入れで困ったことがある。まあ、一番困るのはやっぱりお茶菓子とかの、大袋にガサガサーっと入った個包装になってないのが出たとき。まあちょっとあれですけど、まあポテチとかそういう感じの、まあ入れ方ってことですよね。そう。で、それが何種類もお茶菓子の入れるお盆の中に貼っとって、これ今日でお前3人で全部食べれんねけよとかさ。かといってやっぱ食べてかんだらほら湿ってしまう。せっかく出してくれたがに湿らせるわけにもいかんし、俺らが一回手つけてしまうと、俺らが結局帰った後、そう、お客さんってそれを食べるわけにいかんわけやねんか。そうですね。ね、やっぱ衛生上の問題もあるし、特にコロナの問題もあるし、じゃあそれを結局ゴミとして破棄しなければいけない。すごくもったいないことやから、今裸で出されるお菓子系統とかっていうのはちょっと困るかなと。個包装でちょっと軽く食べれるようなものにしといてくれるとやっぱ嬉しいわけですね。嬉しい。例えば、1週間もしいかんなん現場やったら、それ1週間当たって締めるわけでもないし、それでやっぱその時の気分によって、ちょっと塩分のあるもの食べたいなとか、あと甘いもの食べたいなとか言って、その時にほらつまんで食べれるから。で、飴とかそんなのやったら、休憩終わった後にでもちょっと2、3個ポケットに入れといて、仕事中に舐めることも可能やし。だから、なぜ個包装になってないやつが休憩で出てくるとちょっと困るかなと。そうですね。今は特にそういう傾向が強いわけですね。それでは、次の。今までにもらった差し入れで好きなものって何でしたか？ただこれお前言ってしまうとさ、なんか押し付けとるような感じやよね。いや別にそういう意図ではないんですよ。まあ普通に単純にもう、大工としてっていうかもう人間として、どういう差し入れが好きやったかっていう。差し入れ、休憩の時に出てくる差し入れ。お客さんでもすごくほら、どういうのかな、朝仕事に行って、あんたたち休憩に何食べたいとか言って言われた時に、
自分はやっぱちっちゃい時からあんこで育っとるから、その、仕事に行った場所にもよるけれど、その場所の近くで有名どころのたい焼き屋さんがあった時に、ああ、このたい焼き食べてみたいなとかさ、そう言って言った時に、本当にお客さん買ってきてくれて、で、めっちゃうまかったっていう。やっぱその土地その土地の、ちょっと、有名なものとか出てくると、やっぱ嬉しいで嬉すかね。しい。なかなか自分でやっぱ買いに行くこともないし、人から言うか噂とかでほら、あこのが美味しいが見たいよとかさ、そういう情報は買っとるけど、まあなかなか買いに行ったりもせんから、だからお客さんがそうやって気使って買って持ってきてくれると、まあやっぱテンション上がっちゃうね。そうですね。で、それなりに、まあ、有名なだけあって美味しいね、とかって、まあ、その休憩の時にお客さんとの会話も増える。そんな感じかな。その土地のちょっと有名なものとか、そう。だから人気なものとかあれば。限定するんじゃなくて、その、市なり、町なり、村なりの有名どころのお菓子屋さんのお菓子とか、ここの店の大福ね、すごく有名ながいよ、とか言って、やっぱ食べてみられ、とかで食べた時に、美味しいね、とかさ。だからそのとこの、まあそういう、自分らが食べたことないような有名どころのもの出してもらったらやっぱ嬉しい。あとあれじゃないですか、なんか僕がもらったやつだったら、新しくできたお店のやつとか、そういうのも結構嬉しいですよね。嬉しい。で、やっぱりそれで美味しかったら、あ、今度自分で買いに行こうとかさ。そうですね。なかなか初めてのところとかそういうところって並んで買ったりせんなんし、それで、本当に美味しいのかなとかさ、自分で新規開拓っていうか、なかなかやっぱりちょっと勇気のいることやから、そうですね。だからやっぱ食べたことないものをそういうところで出してもらったりしたらすごくやっぱ嬉しいかな。新しいお店とかやったら、なかなか行かないエリアとかもあるわけじゃないですか、普段。そう。で、わざわざそれだけを買いにそこに行こうかっていう気にもならんし、やっぱそれが楽しみじゃない？そうですね。それがやっぱ仕事の一つの楽しみですよね。結局うちら昼ご飯弁当持ってかんから、だから行ったことない地域とかにわざわざ弁当を持っていかないで、逆に昼の時間、どこやらのラーメン屋美味しそうとか、わざわざそういうとこ仕事に行った時にしか行けれんから、そういうとこ探していくとかさ。だからそれも楽しみの一つかな。で、大したことなかったとかさ。なんか、有名な割に大したことないなとか。まあ、それは自分のみんな、ベロメーターがあるやろうから。まあ、個人の感想ってことですね、あくまでね。そう。だから、まあ、それがやっぱり楽しいかなと。なるほど。ということで、ここまで話してきたんですけど、総括としてコロナ禍での差し入れっていうのは、まあ、個包装とかにしてくれると、まあ、ありがたいっていう話ですね。そうやね。基本的に、出さなかったら出さなかった。俺はほら、ほとんどお客さん直接の仕事させてもらっとるから、まあ大体お客さん出してくれたりするんだけど、ハウスメーカーとかので建てたりするお客さんって、ハウスメーカーの人たちが結局、ほら、出さなくてもいいですよとかって、最初から断るような感じで言うとるから、出さんが多いが見たいし、気持ちがあれば、とりあえず、缶のもんとか、ペットボトル系のもんとか、そういうのを、飲んでくださいみたいな感じで置いておけばいいんじゃないかな。なんでもだけど、もらって嫌な思いする人は誰もおらんから。そうですね。それは間違いないですね。もしその場で飲まなかったらさ、仮にコーラとかもらって、それで、もし炭酸飲まない人であってでも、うち持って帰ったりしてさ、それで友達とか来た時にあげたりもできるし、要は賞味期限が長ければ、どれだけでもね、だからもらってやっぱありがとうございます。いや、自分コーラ嫌いなんでってね、言うやつおらんし。そう、今いないですよね。やっぱもらったら嬉しいし、まあうちの家族とかでも飲むかもしれんし。そうですね。家族喜んで飲んでる時ありますもんね。そう。だから、そこまで深く考える必要ないんじゃねえかなと。ちょっと衛生的な面だけ気をつけてもらえれば、まあいいってことですよね。まあ、缶とかペットボトルのそういう系のものを適当にそう出してもらえればそれでいいんじゃねえかなと。じゃあ、そういう感じで気をつけてもらえればいいということで。そう。で、お互いに、今コロナやから、なるべく、距離を取ってというか、
環境を良くして、マスク越しでお互いにこれで会話できればいいんじゃないかなと。ちょっと気をつけてもらえれば、それで、あとは普通の感じで。で、あとはほら、建築現場とかやったら、アルコール消毒とかも置いてあるかもしれんし、それをちゃんと、まあ国が言うとることさえ守っとれば、まあいいんじゃないかなと。大工側もちゃんと気をつけていますから、まあそういうところだけはちょっと皆さんも、まあ知っておいてもらえると嬉しいですかね。そうやね。一応、自分らも車の中には必ずアルコール消毒も持っとるし、ウェッティとかもやっぱアルコールのやつ持っとるから、自分はなってもいいけど人には移したくないっていう気持ちでおるから、まあ自分なりたくないんやけど、まあそうですね。ただもしなってでもやっぱ人には移したくないなと。なんで、まあそういう形で僕たちも気をつけているので、ちょっと衛生面に気をつけて普通に対応してくれれば、それでいいということで、そういう形で対応をお願いします。だけで、このミョーホープのチャンネルでは、まあこういうふうに、現役の大工の僕たちが、まあいろんなテーマで喋っているので、気に入った方はよかったら、チャンネル登録や高評価をお願いします。あと他のブログとか SNS とかは、説明欄に書いてあるので、そちらもぜひチェックしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。